ドラム言語の秘密、ジャングルのインターネット。おーい、聞こえるか。おーい。ガク君、そんな大声を出してどうしたんですか？向こうの山に友達がいるんですけど、スマホの電波がなくて、声じゃ全然届かないし、困ったな。それなら、太鼓を使えばいいじゃないですか。太鼓を応援団ですか？どんどこ叩いても意味通じませんよ。いえ、アフリカには喋る太鼓が存在するんです。トーキング、ドラム、数キロ先の相手とまるで電話のように会話できる技術ですよ。太鼓で会話？モールス信号みたいなことですか？もっと高度です。人間の言葉そのものを再現するんです。今日はジャングルのインターネット、ドラム言語の謎に迫りましょう。まずトーキング、ドラムの見た目を見てください。砂時計みたいな形をしていて、周りにたくさんの紐が張ってありますね。この紐がポイントです。脇に抱えて腕でギュッと紐を締め上げるとどうなると思いますか？皮が引っ張られるから音が変わる？正解です。皮がピンと張って音程、ピッチが高くなります。逆に緩めると低い音になります。つまり叩きながら音の工程を自在に操れる楽器なんです。へえ、メロディが弾ける太鼓なんですね。でもそれがどうして言葉になるんですか？そこにアフリカの言語の秘密があります。アフリカの多くの言語、ヨルバ語やケレ語などは成長言語、トーン、ランゲージです。音の上がり下がりで意味が決まる言葉ですね。中国語のまあ、母とまあ、馬みたいに？そうです。同じ発音でもイントネーションで意味が全く変わります。トーキング、ドラムはこの声の抑揚を完璧に模倣するんです。こんにちはという言葉のリズムと音程を太鼓で再現するわけです。言葉のコピーというより言葉の影を飛ばすようなイメージですね。なるほど、喋ってるつもりで叩けばいいのか。でもここで大きな問題が発生します。単語の数に比べて太鼓が出せる音程のパターンは少なすぎます。例えば高い、低いという2音の組み合わせだと月、ムーン、も、殺す、切る、も、息子、さん、も全部同じ音になってしまうんです。月が綺麗だねって伝えたつもりが、息子を殺すねって伝わったら大惨事じゃないですか。ホラー映画ですね。この同音異義語の問題を彼らはどうやって解決したと思いますか？叩く強さを変えるとか？正解は言葉を長くするです。単に月という代わりに地球を見下ろす月というんです。地帯という代わりに冷たく硬い丸太のようになったからだと叩く。これなら他の言葉と間違いようがありません。わざと回りくどく言うことで意味を確定させているんですね。これは情報理論でいう冗長性の利用です。ノイズの多い環境で正確に情報を伝えるためにはあえて情報を多く長くする必要があります。ドラム言語は現代の通信技術と同じ原理を使っていたんですね。おかげで彼らの通信はとても詩的で美しいものになりました。家に帰ってこいと伝えるだけでも足の裏を森に向け、顔を村に向けて足を動かせみたいになるんです。ロマンチックだな。ラインのスタンプとは大違いだ。ではガク君、名前はどうやって呼ぶと思いますか？ガクって2文字で叩くんじゃないんですか？それだと他のガクさんと区別がつきません。だから一人一人に固有のドラムネームがあるんです。例えば朝一番に川へ水を汲みに行くマリアとか、偉大なる戦士の血を引くライオンのようなジョンとか。かっこいい。僕ならタンスの角に小指をぶつけるガクかな。まあわかりやすいですけど威厳はありませんね。このドラムネームは父親の名前や出身地を含むこともあり、その人のアイデンティティそのものを表す重要なものなんです。名前を呼ばれるだけで自分の歴史を語られているような気分になりそうですね。実は似たような通信手段が他の地域にもあります。スペインのカナリア諸島にあるシル語という口笛言語です。口笛で会話するんですか？はい。深い谷の向こうへ声を届けるためにスペイン語を口笛の音色に変換するんです。原理はドラム言語と同じで言葉のイントネーションを模倣します。人間の知恵ってすごいですね。環境に合わせて最適な通信手段を発明するんだ。谷底に降りて登る苦労を考えれば口笛を練習する方が楽ですからね。このドラム言語の仕組みを解明したのは一人のイギリス人宣教師でした。ジョン・キャリントンという人物です。彼は1930年代に今後にわたり現地の言葉を完璧にマスターしました。それでも太鼓の意味だけは全く理解できなかったんです。言葉がわかるのに太鼓がわからない？不思議ですね。ある日彼は現地の人々が成長、トーンを大切にしていることに気づきます。そして太鼓がそのトーンをなぞっていることを発見し、ついに解読に成功したんです。彼のおかげで
私たちはこの素晴らしいシステムの全貌を知ることができました。しかし彼も指摘していますが、ドラム言語には限界もあります。新しい概念や抽象的な話は伝えられないんです。例えば、民主主義とか、愛の定義とか。そうです。あくまで定型句の組み合わせなので、複雑な議論はできません。敵が来た、結婚式がある、といった生活に必要な情報に特化しているんです。実用性重視なんですね。このドラムの音は、ジャングルの中でどれくらい届くと思いますか？太鼓の音だし、1キロくらい。条件が良ければ、夜間で10キロ以上届くこともあります。10キロ。東京駅から新宿くらいまで届くのか。さらにすごいのは中継です。村から村へバケツリレー方式でメッセージを転送していくんです。これを使えば100キロ以上は慣れた場所にも1時間以内に情報を伝えることができました。人力インターネットじゃないですか。かつてヨーロッパの探検家たちがアフリカに入った時、なぜか自分たちの到着が行く先々の村ですでに知られていることに驚愕しました。魔法だと恐れたそうですが、実はドラムで筒抜けだったんです。変な白い奴らが来るぞって拡散されてたわけですね。しかしこの技術には高度な訓練が必要です。ドラマーはブリオと呼ばれ、歴史家であり詩人でもありました。文字を持たない文化では太鼓のリズムの中に部族の歴史や経図を記録していたんです。老人が一人死ぬことは図書館が一つ燃えることと同じだということわざがあるくらいです。彼らは生き字引であり、生きるサーバーだったんですね。さらに太鼓を作る際にもスピリチュアルな儀式があります。木を切り倒す時、木に宿る精霊に許しを請い、太鼓の皮になる動物の魂とも和解しなければなりません。2つの異なる魂を1つの楽器に融合させる。だから太鼓には声が宿るんです。単なる道具じゃないんですね。敬意を払わないと。植民地時代、宣教師たちはこの太鼓を悪魔の通信として禁止しようとしました。反乱の連絡に使われるのを恐れたためでもあります。便利なスマホを取り上げるようなもんですね。ひどい。それでもドラム言語は音楽の中に隠されて生き残りました。現在のアフリカ音楽やジャズのリズムの中にも実は言葉が隠されていることがあるんですよ。歌詞のない曲でも実は喋っていたのか。キング、サニー、アデなどの歌手は伝統的な太鼓を現代音楽に融合させました。言葉としての機能は失われつつあっても、魂は受け継がれているんですね。現代では携帯電話が普及し、実用的な通信手段としてのドラムは減りました。でも結婚式や葬儀など儀式の場では今も現役です。スマホでおめでとうと送るよりドラムで詩的に伝えた方が魂に響くからでしょうね。デジタルよりアナログの温かみですね。ガク君も友達に大声で叫ぶより何か楽器で伝えてみては？そうですね。リコーダーでピーヒャララと吹いてみます。それはただの騒音ですね。今日はアフリカの H ドラム言語についてお話ししました。不便な環境が生んだ美しくて高度なテクノロジーでしたね。言葉を音に戻して体全体で伝える。私たちもメールばかりじゃなく、たまには声や音で思いを伝えたいですね。皆さんは言葉にしにくい気持ちをどうやって伝えますか？音楽、絵画、それとも？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。